こんにちは。今回からソニック&セガオールスターズレーシングをやりますよ。こちらのゲームですが、ソニック系のキャラ多めと、その他セガのキャラクターたちがレースするゲームとなっており、システムとしては、マリオカートに近い感じのゲームですね。ソニックのレースカーのデザインが決まったのもこの作品で、他は、後の作品では、見かけないようなデザインのマシンで走るソニック系キャラも多く、これは、これで楽しい出来です。ストーリーですが、今回はないようです。一応 PC 版の説明書とゲーム内プロフィールでソニックの説明を見ると、世界一のレーサーを決める大会に参加するということと、マシンに乗るのは公平性のためらしいです。正直言うとソニック以外に興味がない人も多いかもしれませんが、実はセガのキャラクターたちは全てとは言えないものの、ソニックと関わりが深い人物も多く存在します。知っておくと他のソニックのゲームで色々楽しめると思いますので、使う際にはそれ以外のキャラについても関連性や原作について紹介していこうと思います。セガのちょうど色々な作品のリバイバルを発表しており、いいタイミングで動画が作れたと思うので、ぜひご期待ください。それと時間があるうちに説明しておくのですが、このゲームにはミッションモードがありますが、今回はとりあえずミッションモードを無視します。理由としては、隠し要素の解禁はゲーム内のお金を貯めて購入するだけで全部できるからですね。ミッションも面白いのですが、数が多すぎてこれらの攻略や紹介をしていると動画の数と時間がとんでもないので、そのうち余裕があれば取り扱うぐらいに思っておいてください。ソニックが逆転勝利してオープニングは終わりです。オープニング後の放置デモもあるので、もう少し鑑賞しましょう。もう一つ前もって言っておかなきゃいけないことがあるのですが、今回 Xbox 版と PC 版で録画しており、 PC 版の方なんですが、このゲームの画面設定が若干おかしいところがあるようで、いわゆるフル HD 設定で録画したところ微妙に下が見切れました。若干ですが下の方が黒い線になっています。メニュー画面だと問題ないのですが、レース中だとさすがに気になる人もいるかなと思って前もって言っておきます。もう1パターンあるので流しますが、正直話があっても飛ばしたいと思う人もいると思うので無言にしておきます。移動先は3分26秒付近です。Stars Racing!お待たせしました。始めましょう。では最初のキャラクターはソニック。マシンのデザインもほぼ完成していますね。性能は意外なことにアクセルとブーストに特化しており、最高速が低めだったりします。ただこのゲームはぶっちゃけるとブーストが強いので、これが正しいと思います。最初のコースはホエールラグーン。後ほどの作品で移植されてますが、この作品だけの大胆なショートカットもあります。ステージでのは25秒ぐらい放置。カメラアイロンはランダムですので、これ以外にも色々な角度から映してくれます。 BGM は各コースに5曲割り当てられてますが、全て原曲となります。今回はソニック R の次にやっているので Can You Feel the Sunshine でも流しますかね。海辺のコースで意外と悪くないはず。ロケットスタートはマシンのアクセルの数値に合わせてタイミングが違います。ソニックは2になった瞬間ぐらいですかね。あ、少し遅れました。まあ極端に長く押さなければ普通に出せるので、どうしても出したい場合は3の後半ぐらいからでもいいかも。最初は右と左どちらでもいいのですが、交差点でぶつからないようにだけ注意。結構事故になりやすいです。木製の足場を登る場所は内側にスプリングがあるので触れないように注意。ちょうど出たので説明しておきますが、今作では爆弾は後ろ投げできません。防御に使えないので注意。
集中線が出ている時はコース中の障害物とかに当たっても大丈夫です。ただ飛んできたり設置されたアイテムには無力なので注意。難易度は高いですがショートカットを紹介です。スタート地点直後、看板の右側からブーストレベル2以上でダッシュして飛び出し、その先に見える岩で飛び上がると左右の道を通らずにまっすぐ進めます。これを使えるのはブースト性能が高く隠しステータスの重量が低いキャラ限定です。ちょっと失敗しちゃいましたね。次の週でリベンジします。音楽が変わっていますが、これはオールスターレーシングシリーズ特有の必殺技ですね。特殊アイテムを引くと出せます。ソニックの技は試合後お見せします。マリアなんですが、持続は一定時間攻撃を受けるとすぐに消えます。先ほどの爆弾の使用などから防御手段が少ない本作では使うタイミングの見極めが難しいです。決まった。これが完璧なショートカットです。空中でドリフトボタンを押してクリックしておくとさらにいいですが、タイミングが悪いと減速するので注意。ショートカット成功でバリアもあり、あとは特に危険な場所もないので1位は約束されたようなものでしょう。このコース、先ほどのショートカットができなくても特に難易度は高くなく走りきれるので多分勝つのはそんなに難しくないです。バイロンですね。設置系アイテムです。後ろにしか置けません。一応飛び道具と相殺できますが、ホーミングロケットはなぜか飛び越してくることが多いので注意。1位です。勝利演出とソニックの必殺技を見てから次のレースに行きましょう。ソニックの必殺技はスーパーソニック。変身したソニックが自動でコースを進みますが、アイテムボタンを押すと加速しつつぶつかった相手を吹き飛ばします。基本連打でいいですが、タイミングが悪いと相手への攻撃はできないので、攻撃しておきたい相手がいる場合は少し気をつけましょう。次使うキャラはビリー・ハッチャン。ソニックチーム制作であるジャイアントエッグというゲームのキャラクターですね。ステータスは平均的です。お手本のようなバランスタイプとなっております。原作についてですが、一応持っているものの積みゲーになっています。ごめんなさい。ソニックはゲーム内ゲスト出演があり、ビリーがソニック側に遊びに来たこともあります。恵まれてますね。ソニックとのコラボ作品は何かって見てからのお楽しみです。もう少し先で見れるんじゃないかな。コースはアイシクルバレー。ほぼ円形の割とシンプルな地形ですが、分岐が少しあり見えにくいダートゾーンがあるのが特徴ですね。原作の話に戻りますが、音楽面ではカオティクスの楽曲に参加した人がいて、そのアレンジ曲もあるとか、あとはモダンソニックでは定番な大谷智也さんの楽曲も多数あります。あとは気になるであろう移植やリメイク、続編なのですが、売り上げがいまいちで、セガ自体はプロジェクトに反対のようです。ただこのゲームのプロデューサーは2022年に続編を作りたいと発言しています。ゲームキューブか PC で原作が遊べますが、移植はないし PC 版はバグが多いので、今年開始のスイッチ2のオンラインサービスで遊べるようになるといいですね。環境次第では続編もいけそうだし。コースの後半はこのように壁が多いので、ロケットパンチがなかなか厄介なアイテムになりますね。逆に前半は広い場所で当てにくいという2つの面を楽しめます。分岐に行ってみましょう。左向き矢印の看板があるのですが、その3つ目に突っ込むと裏道です。ちなみにこっちの方が遅いです。まあこっちに来る人が少ないので攻撃されにくい点もあります。敵がうろついてますが、脱車中なら特にダメージもないので実質何もないようなものです。むしろ飛び道具を防いでくれていいかも。ウィリーが性能あんまり良くないのもあってか結構苦戦していますね。ちなみに CPU は一番強くしていますが、普通に優秀で極端なショートカットの連続成功やステージの相性が良すぎる場合を除けば結構いい勝負になります。今度は手前ですが、床にある青い矢印の位置を従うとダートを踏まずに抜けれます。1周目はダートを踏んだので若干遅くなっていました。トリプルのホーミングなので後ろに投げて防御もできるし、前に攻撃もできますね。なんとか勝てそうです。アイアイが追い上げてきたので1個だけじゃ足りないですね。次のアイテムが大事です。
3D 上は最高速タイプなのでこれで上がってこないでしょう。あとはアイアーの着地に合わせてロケットパンチを当てれば打てそうです。逆転勝利です。じゃあまた勝利演出と必殺技を見てから次のレースに行きましょう。 Race! Tune in next time for more speedway action than you can shake a gearbox at. 必殺技はエッグロデオ、操作不要です。ちなみに原作だと卵と一緒に転がる突進技があるのですが不格好だから採用されなかったのでしょうか。捏造技ではあるのですが演出が凝っていて素晴らしいだけです。次のキャラクターはうららです。スペースチャンネル5という作品で登場するキャラですね。ソニックとの関連性ですがソニックの方に遊びに来てくれたことがあります。こちらもビリーとかと一緒で多分近いうちに見れます。原作ですがプレイステーション2とドリームキャストで遊べます。ただし現在価格がやばいです。2作目は一応ダウンロード版もありますが大半が配信終了となっておりプレイステーション3ならまだ配信中だったはず。それ以外だと VR の新作が2020年に出ておりこちらは PSVR や SteamVR で遊べます。コースはルーレットロード、クロスワールドでも登場しましたね。コースの原型がこんなに前から存在してました。 BGM はまだソニック R の気分が抜けてないのでスーパーソニックレーシングでいきます。うららもウィリーと同じようなステータスなのでスタートのタイミングは2でしたね。原作の話ですがスペちゃんはリズムゲームです。ちょっと独特な遊び方で相手の動きを真似る感じになります。演出でボタンを押すタイミングがわかるとかはほぼなく音を覚えて押す必要があるため苦手な人はとことん苦手なやつですね。実際普通にクリアが苦労するぐらいでした。一応隠しコマンドでオートモードがあるので苦手な人も見る作品としては楽しめます。新作とかが VR 以降ないですがリメイクとかあったらタイミングの可視化とか判定されるオプションがあると嬉しいですね。アイテムの西を踏んだので説明しておくと設置系の視界妨害アイテムです。踏んでも視界妨害以外はないのであまり脅威はないですね。一応防御に使えたはずなので防御アイテムとして割り切ればいいものかな。コースは基本一本道、チップが降ってきますがこれはブースト状態じゃないとぶつかった場合減速するので注意。最後のコーナーですが長すぎるのでドリフト中にアクセルをオフにすることで流れます。ちなみに Xbox、プレイステーション、Wii のクラシックコントローラ操作限定でダブルステアというテクがありこれはスティックとキーの両方にステアが割り当てられていることを利用してドリフト中両方のステアを入れるとさらに急に曲がります。これを使うと一発で流れますが筐体版や Wii ハンドルだと無理なのでこの動画では基本アクセルオフで曲がっています。筐体版と聞いて興味を持った人がいるかもしれませんが海外限定です。ただし東京ジョイポリスにて昔稼働していました。ちなみにそこでソニックのイベントも何回か開かれていたのですがイベント当日このゲームのタイムアタックランキングを毎回書き換えるのが個人的な楽しみでした。グランプリは運ゲーで更新できない時があったのですが撤去されるまでタイムアタックモードはちゃんと全コース1位を取っていました。気がついたら雑談で大半終わってますがまあこのコース以降もリメイクされてるし最後の大きなコーナー以外は特に特徴ないし武器もアイテムを持っているかどうかで選ぶだけですからね。あんまり解説することがなかったです。レースの状況も特に危なげなくトップ位置できてますね。コーナーが長い以上テクニックを知らないと苦戦しがちですが分かっていると差が開く場所になりますね。それでは勝利演出と必殺技を見て次のレースに行きましょう。うららさんカメラが見切れてるので立たないでくれませんか。それでもあなたリポーターですか。 That's it for now, but be sure to keep your windshields peeled for more crazy racing action soon. Reporting from Spaceport 9. Over and out.
必殺技はテンションブラスト。原作の通りモロ星人によって踊らされた人を助けるために打っているだけです。決して妨害するわけではありません。性能はまあまあいいですが、踊り自体に妨害効果はないし、弾を当てにくいのが困るところでしょうか。次がこのパート最後のレース。最後を飾るのはアミーゴです。ソニックとは初登場から近年まで何かと縁のある存在ですね。ゲーム内コラボみたいなのもそこそこあるのですが、発売時期とかで2人で広告を飾ったりすることがとにかく多いです。見覚えある人も多いのではないのでしょうか。ステータスは異常に高いハンドリングを除くと普通なのですが、このハンドリングがかなり悪さをしており、今作のドリフトはハンドリングの数値に応じてチャージ速度が違います。最大値となるアミーゴは一瞬で止めてほぼ障害物にぶつかっても大丈夫な時間が続くという異常な光景を見ることができます。万が一スピンしてもアクセルが高すぎてすぐに復帰可能です。ここまで見ると強すぎるように見えますが、ドリフトに依存した立ち回りとなるためストレートが長い場所とかは苦手です。良くも悪くも高水準のキャラですね。BGM なのですが、サンバでアミーゴの曲は版権が非常に厳しく、今作の場合は2曲ほどしか流せません。3コースあるのですが、同じ曲が出ることだけご理解ください。コースはサンシャインツアー。見た目が賑やかなぐらいで風紀もないし、急なカーブが2カ所ぐらいというシンプルすぎるコースです。特徴としては他のアミーゴコースにもある風船でしょうか。このギミックは時間とともに上下に移動し、ブースト状態やバリア以外でぶつかるとスピンしてしまいます。先ほど見せたうららのオールスタームーブで踊り始めましたね。踊らされるときはカメラを変えて見れるので地味に嬉しいです。アミーゴはマラカスを持ってノリノリで踊ってくれます。マラカスが出たので原作のお話でもサンバでアミーゴはソニックチーム制作の音楽ゲームです。先ほどのスペチャンと違い専用コントローラーを呼び、各ハードのモーションコントローラーを振って実際に遊べます。一応ボタン操作も対応しているので動かすのは苦手という人でも楽しめます。実際に有名なアーティストの楽曲が入っているのはもちろんセガのゲームの音楽もいろいろあったりしますが、それは DLC なので Wii 版は現在遊べないですね。ドリームキャストはファミ通の特典 CD や有志が作ったインターネットのサービスで今でも一応楽曲の追加ができますね。あとは最新作が2023年にスイッチで登場しており、こちらでは初期でもある程度セガのゲーム楽曲が入っており DLC でさらに追加可能です。Apple アーケード版もありますが、こちらは不定期に曲が追加され DLC のものが追加される時もあります。ちょっとお試ししたい人はソニックドリームチームとかと一緒にどうでしょうか。しかし毎回セガのゲーム楽曲を分割販売するのがなぜでしょうかね。太鼓の達人みたいに特定のジャンルに偏ったエディションもあってもいいと思うのですが、また雑談で終わりそうなのでレースに触れると、コースはシンプルですがアミーゴのドリフト性能が高いだけあって風船の脅威に感じないし、安定して1位をキープできていますね。ということでアミーゴの必殺技を見て少し話したらお別れです。今後もソニック以外にもセガのキャラとか作品を知っていろいろなネタも楽しめるようにしましょう。必殺技はサンバでパーティー。発動してからアミーゴが追い越した相手は後ろに並べられ強制的に踊らされます。終了地全員をスピンさせます。相手の操作を奪えるので相手への距離が近い場所で使うと結構強いです。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。初回なので少し時間がかかりましたが以降はペース上がると思います。また次回お会いしましょう。